ガンダムシリーズでは物語を強烈に印象づける名台詞がたびたび登場します。中にはたった一言にもかかわらずキャラクターの代表的なセリフとして記憶されるほどインパクトのあるものも数多く存在しています。そのためアニメは見たことがなくてもゲーム等をプレイしたことがある方は一度は聞いたことあるというセリフも多いでしょう。今回はそんなガンダムシリーズが生み出した名台詞6選を紹介していきます。なお本動画はコミュニティでのアンケート内容および動画コメント欄から選ばせていただいたものとなります。皆様たくさんのコメントありがとうございました。気になる方はぜひコミュニティの方もご覧ください。それでは始めましょう。こちらはターン A ガンダム49話においてターン X が月光町を発動した際にギムギンガナムが放ったセリフです。劇中ハリー率いる相撲の部隊が放ったアイフィールドバリアがターン X を金縛りにするのですが、逆にターン X はアイフィールドのエネルギーを吸い取って月光町へと変換しました。その際ギンガナムは月光町の発動とともに月光町であると叫んだのです。このセリフの直前、相撲との戦いの中でギンガナムはアイフィールドすらものともしないターン X の性能にテンションが上がっており、このターン X すごいよ、さすがターン A のお兄さんと高揚を隠せずにいました。そのため月光町の発動とともに思わず必殺技のように叫んだのかもしれません。ただ最終決戦の緊張感にそぐわない妙にテンションの高いセリフが唐突に放たれたことや、声優の小安武人氏の熱演も相まって視聴者に大きなインパクトを与えました。また月光町が絶好調と聞こえる空耳も当時から人気を博し、現在でもギンガナムの代表的なセリフとして語られています。ちなみに絶好調であるは後に公式へ逆輸入され、 G ゼネシリーズやスーパーロボット対戦等の作品で意図的に絶好調であるとして使われている場面があります。さらに劇場版シードフリーダムでは要塞アルテミスを攻略する際にラクスのハロが通気口に投入されるシーンがあるのですが、その際にヒゲの生えた CV 小安氏のハロが登場しと叫んでいるなど、他シリーズでもオマージュのセリフが見られました。なお本セリフが放たれたシーンでは直前にこのターン X すごいよやハリーによるなど作中でも屈指にライブ感のあふれたセリフの応酬が繰り広げられており、意味は全くわからないものの一度見たらセリフ含めて忘れられなくなる名シーンとなっています。お前を殺す。こちらはアニメガンダムウィング第1話においてヒーロがリリーナへ放ったセリフです。地球へと降下した直後、任務中にリリーナに顔を見られたヒーローはリリーナを抹殺せざるを得なくなりました。そこでリリーナの通う学校に生徒として潜入するのですが、むしろヒーローに興味を持った彼女の方が近づいてきます。そしてリリーナは自分の誕生日パーティーの招待状をヒーローに渡すのですが、ヒーローは彼女の目の前で無残にも招待状を破り捨てました。これにはリリーナも思わず涙を流してしまうのですが、その涙をヒーローはすれ違いざまに拭いながら一言お前を殺すと告げたのでした。セリフと背景だけを見れば平和に過ごしていたお嬢様が突然冷酷なエージェントに殺害予告をされるという緊張感のあるセリフなのですが、とても1話とは思えない濃すぎる展開とすれ違いざまに涙を拭うというキザな仕草から急に出てきた物騒すぎるセリフ、さらにセリフの直後のと目を見開いたリリーナの何なのこの人も相まって非常にシュールなシーンとなっており、多くの視聴者にこのアニメはヤバいと確信させた伝説的な1話を象徴するセリフとして記憶されました。また殺害予告を受けたはずのリリーナ自身もヒーローが殺しに来るイコール自分に会いに来るとポジティブに解釈してる上に、序盤からヒーローをせかすように早く私を殺しにいらっしゃいと叫んでいるため、リリーナがただのお嬢様ではないことを印象つけています。なおヒーローによる殺害予告は生存フラグとしても知られており、作中お前を殺すと告げられたのはリリーナ、カトレイ、ゼクスの3人ですが、3人ともどんな苦境も乗り越え最後まで生存しています。
さらにリリーナに関しては2回も殺害予告されており、2回目に至っては危うくヒーローに銃で撃たれるところでしたが、彼女のカリスマ性でヒーローを心変わりさせるというリリーナにしかできない切り抜け方を披露していました。このように本セリフはヒーローの異常性とヒーローを上回るリリーナのエキセントリックぶりを象徴しており、ヒーローのお前を殺すとはもはや告白という解釈をされることもあります。僕はね。こちらはアニメガンダムシードから薬が切れ、精神的にも肉体的にも限界を迎えていたクロトが死に際に放ったセリフです。第2次ヤキンドゥエ攻防戦にてクロトはドミニオンの一員として出撃しましたが、乱戦の中でシャニ、オルガも死亡し、母艦であるドミニオンも撃沈されてしまいます。その後一人生き残るも仲間も帰還する場所も失い、薬の効果も切れたクロトは発狂しながら戦場をさまよっていました。その中で偶然クロトは中破したバスターとデュエルに遭遇。すでに機体も自身も満身創痍の中、クロトは僕はね。と叫びながらレイダーのゾーンを放ちますが、同時にデュエルが発射したグーレイト砲に機体を撃ち抜かれ、断末魔を上げながら死亡しました。クロトの自分の願いを必死に絞り出すような叫び声とシリアスな BGM が相まって、戦争のために利用された強化人間の切なすぎる死に様を見事に表現したシード屈指の名台詞としてファンに記憶されています。ちなみにこの「僕はね」に続くセリフは何だったのかについては当時公式からは明かされておらず、ファンの間では様々な議論がされた結果、その中でも自由が欲しかったんだと言いたかったのではという説が有力視されてきました。これはあくまでファンの考察でしかありませんでしたが、エクストリーム VS シリーズでレイダーとクロトが参戦し、敗北時のセリフとして自由が欲しかったんだが正式に採用されました。これにより現在ではやはり僕はね、自由が欲しかったんだが正しかったとも言われています。ただバーサスシリーズは原作では絶対に言わないキャラ崩壊を起こしたセリフが散見される作品となっているので、本作で使用されたからといってアニメ本編と同じ解釈をしていいのかは疑問が残るところでもあります。俺がガンダムだ。こちらはガンダム00ファーストシーズン第2話においてセツナが発した独り言です。一見セツナという人物を知らなければ自分をガンダムだと思い込んでいる危険人物のベイセリフとしか思えませんが、彼のバックグラウンドを知るとセツナと本作を象徴する屈指の名セリフになります。セツナは幼い頃少年兵として戦場に駆り出され、神の名の下に戦わされていました。しかし無慈悲な戦場をくぐり抜ける中で、この世に神はいないと思い知らされます。そして信じた者に裏切られた挙句死に瀕するのですが、そんなセツナを救ったのがオーガンダムでした。その瞬間、セツナにとってのガンダムが神になったのです。以降セツナの中でガンダムとは戦争を終わらせる救世主であり、戦争根絶の象徴となりました。そしてセツナ自身もそんな戦争を終わらせる救世主イコールガンダムになりたいと願うようになったため、そんなセツナの願いを内包した端的な一言こそ俺がガンダムだということです。そのため本セリフのガンダムを救世主や神に変換すると意味が伝わるようになるのではないでしょうか。ちなみに作中ではセツナのガンダム哲学も成長するため、状況によって俺はガンダムになれない。今度こそガンダムに。俺たちがガンダムだとセリフも変化していきました。またセツナの中で確固たるガンダム哲学があるためか、ガンダムの名を冠していても世界に混乱をもたらすだけの存在には貴様はガンダムではないと厳しい一言も発しています。このようにセツナを知るといかに重みのあるセリフかがわかるものの、彼の背景を知らない人物からすれば辞任ガンダムなベイセリフであることに変わりありません。しかもガンダム00におけるガンダムとは GN ドライブ搭載機を指しているため、セツナの言う救世主を意味するガンダムと機体名を意味するガンダムが混同しやすいからか、セツナの発言を初めて聞いたロックオンからも何言ってんだと突っ込まれていました。またクロスオーバー作品等では相手をガンダムかどうかを判定するガンダム認定士的なセリフとしても扱われているため、意味を知っているファンも名セリフであり
名セリフとして認識している方も多いのではないでしょうか。ちなみに類義語としてはマリーダのお前もガンダムかやベリングのあれはガンダムだ。私がそう判断した。などが存在しており、これらのセリフを組み合わせてモビルスーツをガンダムかどうかを判断するネタマッド等も作られています。母さんです。こちらはビクトリーガンダム36話において亡き母親のヘルメットを抱えたウッソがつぶやいたセリフ。作中ザンスカール帝国に囚われていたウッソの母三浦ミゲルは人質として扱うためモビルスーツの手につかまれてウッソのいる戦場へと駆り出されます。その後ウッソによってなんとか三浦を掴んでいたモビルスーツは無力化されるのですが、戦艦アドラステアの砲塔にモビルスーツが引っかかった上に掴まれた三浦は自力で抜け出せずにいました。そこへカテジナが吸収してきたことでウッソは母親を救出できずに足踏みします。そんな中タイヤのついたバイク巡洋艦リシテアがバウンドした拍子にアドラステアの砲塔に激突。三浦はモビルスーツもろともリシテアのバイクに押しつぶされてしまい、次の瞬間彼女のヘルメットが宙に舞いました。その直後連邦とザンスカール帝国の間で停戦が成立し、戦闘は中断されます。そして戦闘を終えたウッソは三浦の遺品としてヘルメットを回収。その後甲板上で三浦の死を自分の生と責めるシャクティをマーベットがかばい、ウッソに同意を求めるのですが、母の凄惨な死に様を見て放心状態となったウッソが答えたのがよくわかりません。母さんです。でした。ヘルメットの中には三浦の頭部が入っているようで、地面にも血が流れています。三浦死亡直後に急に停戦が成立したやるせない現実に打ちひしがれる姿も含めて、戦争の凄惨さを表現したトラウマシーンとしてファンの間では記憶されるようになりました。なおネット上ではこれ母さんですという表記で使用される場面がよく見られますが、実はアニメ内でこれとは一言も言っていません。ただ寿司氏によるギャグ漫画イケイケ僕らのビクトリーガンダムでは三浦のヘルメットを渡した際のセリフがこれ母さんですとなっているため、その影響もあってこれとセットで語られるようになったのかもしれません。撃っちゃうんだなこれが。こちらは劇場版ガンダムナラティブにおいてコロニー内でビームライフルを撃ったゾルタン・アッカネンが放ったセリフです。作中フェネクスを追撃していたシェザール隊はサイコミの反応があったサイド6のコロニーメーティスに侵入します。しかしそこで出会ったのはソレツキとゾルタンの操るシナンジュスタインでした。突然の接敵に両軍の間に緊張感が走りますが、メーティスには一般市民が普通に生活しているためコロニー内では発砲厳禁なので両軍とも戦闘は避けるべき場面です。しかしゾルタンはためらうこともなくライフルを構え撃っちゃうんだなこれがと声を上げ発砲しました。なおゾルタンの所属する袖付き柄もコロニーに被害が及ばないように交戦は避けるよう言い渡されています。むしろスペースノイドのために戦ってきたはずの袖付きこそコロニーに被害は出さないよう発砲は避けるべきなのですが、ゾルタンは構わず発砲していました。ただゾルタンは命令を理解していないわけではなく、コロニーや市民に被害を出すのが悪いことだと常識を理解しています。それでも俺はあえて撃つよと意気揚々と宣言して発砲するあたりからゾルタンの常識をあえて無視する破滅的な性格が垣間見えており、そんなゾルタンを端的に表現した名台詞として撃っちゃうんだなこれがはファンから高い評価を得てきました。なお撃っちゃうんだなの部分を改変すれば日常会話でも使える高い応用性を持っているため、ネット上では〇〇だなこれがというテンプレで使用されています。公式もこのセリフをかなり気に入っており、ガンダムチャンネルに投稿されたゾルタン様の3分でわかる宇宙世紀という動画では本セリフを改変した年が明けてもロングランヒットしちゃうんだなこれがを高らかに言い放っていました。ということで以上、ガンダムシリーズが誇る名台詞6選でした。公式からオマージュが登場しているものも多く、セリフの影響力の高さがわかるのではないでしょうか。ぜひ皆様が印象に残っているセリフもコメントで教えてもらえたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければ
とても嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。